ダイソーから新しい懐中電灯が発売されているのを見つけました。単4電池3本で動作します。このライトの後継機種のように思います。分解して利用している部品を調べてみると、アルミのボディがプラスチックになっただけで、ほとんど同じ部品を使っています。しかし、注目したのは、今までのものとは違って、この部分に書かれている内容が、技術的にとても丁寧だったので、動画を制作することにしました。注目したのは、ここに小さな文字で記された部分です。単4電池3本使用。1LED、4.5V、170mA、40ルーメンと記されています。新品電池で約12時間の連続点灯時間と記されています。アルミボディのこちらのライトは、70ルーメンの明るさで連続使用時間は7から8時間と書かれています。この2つの懐中電灯のスペックを比較して考えられるのは使われている LED の違いです。そこでライトを分解して LED を取り出して特性を調べてみます。右側の明るいランチャーライトの分解は結構大変でしたが、新しく購入したライトはとても簡単に分解できました。LED 周りの回路を拡大してみると、ここの部分に LED と直列に 4.7 オームのチップ抵抗が取り付けられています。明るいランチャーライトではこのような電流制限抵抗は見当たりません。どう考えてもランチャーライトストロングの方が丁寧に作られている懐中電灯だと思います。電流制限抵抗がない LED に 4.5V を加えると 0.7A の電流が流れてしまいます。しかし、電池には内部抵抗があるので、これほどは流れません。単4電池3本を電池ホルダーに入れた状態で内部抵抗を測定すると、約1オームでした。電源装置に直列に1オームの抵抗を接続して、電池をイメージして電圧を変えて、LED モジュール両端の電圧、流れる電流、消費電力、LED の光速、ルーメン毎ワット、電池の出力電力を測定しました。測定結果を見ると、両方とも新品の電池での明るさはカタログ値の2倍近くになります。カタログ値の明るさの70ルーメンは電池が 3.5V になった時の値で、ランチャーストロングの40ルーメンは 3.25V の時です。連続点灯時間に関してはどのようにして求めればよいのか。この測定結果だけでは袋に書かれていたスペックをどうしても検証できません。そこでそれぞれのライトで使われている LED の特性を調べました。電池の起電力とは1オームの抵抗を直列に接続した電源装置の電圧で弱っていく乾電池の電圧を表しています。0.1V ずつ変化させながら LED モジュールの両端の電圧、LED に流れる電流、LED の光速をこの表のように測定しました。電流、電圧特性をまとめたものがこのグラフで、電流、光速特性のグラフがこれです。電流制限抵抗が入っていない明るいランチャーライトの LED は、電流が流れすぎて、かえって暗くなってしまいます。この表の電池の起電力と光速の関係と、電池の電圧の変化を示したこの標準放電カーブをもとに、LED の明るさの時間変化を検証しました。例えば、電池が 3.5V になる時間は、標準放電カーブから 3.4 となります。この時表から54ルーメンなので、時刻 3.5 での LED の明るさがわかります。同様に 3.4V は時刻6なので、この時刻での明るさが48ルーメンとなります。このようなやり方で LED の明るさの変化をグラフにしたものがこのグラフです。時間軸の単位を時間と読み替えて変化する光速をざっくりと平均すると40ルーメンで12時間点灯すると表記されている規格表に一致します。電池の標準放電カーブを考慮して
明るさの変化を考えることで、ランチャーライトストロングライトの規格表が説明できるようです。電池の標準放電カーブを元にして、明るいランチャーライトに使われている LED と、ランチャーライトストロングで使われている LED ユニットの高速の変化をグラフにして比較してみました。ランチャーライトストロングが高速を平均すると、おおよそ40ルーメンで10時間以上点灯するのに対して、明るいランチャーライトが6時間程度の点灯時間で高速を平均すると70ルーメンぐらいになるのがわかると思います。このように明るさの変化を見てみると結構大きく変化しています。とても明るいライトであると表記されているものは詳しく検討してみると、明るく点灯する時間はかなり短いのではないかと思います。今までの動画の中で LED の高速、ルーメンが出てきましたが、測定した装置がこれです。100ルーメンで 1V の出力があります。ここでこの装置について少し説明しておくことにします。すべての高速を測定する方法は2種類ありますが、ネットで調べた積分球を使った方式の装置を自作しました。積分球としてピンポン玉を利用しました。ピンポン玉に穴を開けて測定用の PIN ダイオードをここに差し込んで、高速を測定する LED をここに差し込んで、ピンポン玉の内側で反射、拡散した光を測定します。測定回路はこれです。明るさに比例して PIN ダイオードに生じる電流をオペアンプで電圧に変換する簡単な回路です。簡単な装置ですが、LED の高速をこの装置で比べてみることにします。積分球の周りにアルミ箔を巻いて外から光が入るのを防ぎます。測定する LED を取り付ける部分は LED の電極がショートしないようにマスキングテープを貼って絶縁しておきます。アンプのこの抵抗は 1.2kΩ です。1万レックスで 3V 出力する計算になります。3.3V、350mA で100ルーメンの高速の LED を基準の LED として利用して測定します。電流は電源装置の電流計を読み取りますが、ビニール線での電圧効果があるので、LED の両端を自作したデジタル電圧計で測定して読み取ります。LED をビニールテープで固定して電圧を上げていきます。電流が 350mA になるように電圧を調整していきます。温度が上昇するので電流が変化してしまいます。3.05V で 352mA、アンプの出力電圧が 1.07V と読み取りました。今の実験で利用した LED がこれです。比較表では 3.3V、350mA で100ルーメンの明るさでした。自作実験装置で結果は 3.05V、352mA、電力 1.07W でアンプ出力が 1.07V です。高速に比例するアンプ出力を電力で割り算すると 1.00 になり、この値は LED の効率、つまりルーメン毎ワットに比例する値になります。このチップ LED は 60mA で34ルーメンの高速ですが、1W に換算すると199ルーメンの高効率 LED です。実測ではアンプ出力割るワットは 1.81 となり、こちらの LED の 1.8 倍の高効率 LED です。自作した装置でほぼ比較表に示された数値を再現できるようなので、性能を正しく測定できそうですね。そこでダイソーのライトで使われている LED の効率を算出してみました。この LED は明るいランチャーライト2の LED です。効率は 1.31 でした。これはツーウェイライトに使われていたものです。発光効率は 1.63 でした。左端の LED はランチャーライトストロングに使われたものです。1.59 です。4番と
5番の LED は誤差の範囲で一致していることがわかります。1番の LED はかなり前に購入したもので、現在2個で80円で購入できます。そして、ダイソーの LED はこの 1.6 倍の効率で結構高性能であることがわかります。しかし、この中で最も高性能な LED は、やはり199ルーメンマイワットのこのチップ LED です。自作装置で測定した結果も最も高効率であることがわかります。偶然ですが、アンプ出力電圧を100倍すると LED の全光速、つまりルーメンをほぼ示していることがわかります。LED の特性を分析した結果、明るくて電池が長持ちするライトはこのような回路になりました。以前の動画でも利用しました HT7733A を使って 1.5V を 3.3V に電圧を昇圧します。利用する部品は47マイクロヘンリーのインダクター、ショットキーバリアダイオード HT7733A、10マイクロファラットのコンデンサ、銅針基板に2個並列にハンダ付けしたチップ LED、そして電流制限抵抗です。回路の製作は銅針基板をルーターにつけた切削砥石で削って製作します。この図が回路パターンで、この基板にマジックで写し取り、ルーターで削って製作します。回路は単3電池、日本用ケースの中に組み込みます。電流制限抵抗の値の決定は、LED の電圧電流対高速の特性表をもとに決定します。仮に高速を38ルーメンと決めた場合、この表から LED の両端の電圧、つまり順方向電圧は 2.75V で 69mA の電流が流れます。3.3V の電源から 2.75V の LED に 69mA の電流が流れるためには、オームの法則から約8オームの電流制限抵抗をつければよいことになります。この定数での回路のエネルギーの流れを追ってみると、チップ LED の消費電力は 0.19W、電源の出力電力は 0.228W、回路の変換効率は 85% とすると、入力電力は 0.268W となります。電池の電圧が 1.5V ならば、電流は 179mA になります。単酸アルカリ電池の容量を仮に 2000mAh とすると、単純計算で約11時間、検討すると見積もられます。67ルーメンで光らせる場合は、同様の計算で電流制限抵抗を 3.6 オームにすると、電池の出力電流が 326mA になるので、点灯時間はおよそ6時間とも止まります。今回のライトは単3電池1本で動作させますが、単4電池3本のランチャーライトストロングとほぼ同じスペックになります。このライトは単3電池1本のライトです。13ルーメンで点灯時間は約7時間ですから、この回路のライトの方が明るくて長持ちするライトであることがわかります。理論的なことがある程度分かったので、これからライトを製作していきます。銅箔基板を粘着ゲル両面テープで木片に取り付けて回路パターンを作ります。いつものように銅箔面を切削砥石で溝を削っていきます。直線的に削るのでとても簡単です。削り終わったら必ずテスターの導通チェッカーでショートがないことを確認します。ハンダ付けをする前に銅箔面にフラックスを塗っておきます。はじめに IC をハンダ付けします。3本足のはじめの1本をまずハンダ付けして、残りの足の形を整えてハンダ付けします。次に47マイクロヘンリーのコイルをハンダ付けします。2本足の部品ははじめに1本をハンダ付けして形を整えて残りをハンダ付けします。ショットキーバリアダイオードをハンダ付けします。電流制限抵抗をハンダ付けします。今回は 3.9 オームとしました。10マイクロファラットの積層セラミックコンデンサーをハンダ付けします。ハンダ付けが完成したので確認したところ、この実体図でコンデンサーの位置が間違っているのに気がつきました。IC の出力端子につながっていないと 3.3V が出なくなります。
10マイクロファラットのコンデンサーを付け直して回路は完成です。電流制限抵抗 3.9 オームで実測しました。この電圧は IC の出力電圧です。右側は LED の両端の電圧です。先ほどの実験で LED の電圧が 2.81V の時は55ルーメンでしたが、この実験でも55ルーメンと測定されています。小圧回路の電圧が 3.3V から 3.2V にドロップした関係で予定した明るさにはなっていません。この状態で電源電圧 1.5V で 365mA が流れ込んでいるので、回路の効率は 60% となります。比較表の効率よりかなり低いので、いくつか改良してみました。出力コンデンサーを2倍にしましたが、この改良では効率は変化しませんでした。そこで、インダクターを別のものに交換しました。100マイクロヘンリーで、直流抵抗が小さい大型のものです。その結果、効率が 70% に向上しました。さらに、電流制限抵抗を 8.2 オームにして、38ルーメンで点灯するように変更しました。するとさらに、効率は 76% に向上し、はじめ見積もった値と大体一致しました。出力電流が 100mA を切れば 3.3V を維持できるようです。38ルーメンでもかなり明るいライトだと思います。しかも10時間以上、あまり明るさが変化しないで光り続けると思います。ダイソーの懐中電灯の部品を使った電池1本でめちゃめちゃ明るいライトの製作したライトと、根元の円筒状の部分をヤスリで削ってチップ LED がレンズの部分にすっぽり入るようにランチャーライトストロングのレンズを加工して取り付けた。今回製作した明るくて電池が長持ちするライトの作り方で製作したこのライトを比較すると、さすがにこのライトの方が明るいのですが、点灯時間は2時間程度だと思います。しかし今回製作したライトは10時間以上持つ計算の長持ちライトです。明るさに関しても電池が新品の時は2倍の違いがある計算ですが、1時間も使うと同じ明るさになってしまうようです。今回製作したライトは明るさと点灯時間のバランスを考えて製作しました。明るさに不満があれば電流制限抵抗を 3.9 オームに変えれば 1.5 倍の明るさにもなります。いろいろとカスタマイズできるので自作するのも面白いと思います。ランチャーライトストロングの LED は使いませんでしたが、今回の電子回路の電流制限抵抗をショートして、ランチャーライトストロングの LED モジュールをそのまま使ってもバランスが取れたライトになると思います。部品は秋月電子で全て入手可能です。オリジナルの明るさのライトを自作して楽しんでください。